迷子の千早の役立石凛です。こんばんは、迷子の長崎そよ役小日向美香です。こんばんは、迷子の椎名滝役林ココです。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます、ということで10月に入りまして、なんと、ライブまであと1ヶ月ということになりました。12ライブ、うわ早くない？大変だ。早くない？早くない？早い。そうだよね。あれがあったじゃないですか、私たちフィフスライブが8月にあったじゃないですか。でアニメのサマーライブもね出させていただきまして、でロゼリアさんのオープニングアクトもねやらせていただきまして、なんかさフィフスライブが終わってすぐさ、トゥエルフスのリハに入ったじゃないですか。確かにそんなみたいな思ってたんですよ。そういや11月よ11月とか思ってたらもう来ちゃいましたね。11月頭だからね。そっか。そうだよ。だってゲネとかだったらもう10月末にやんなきゃだよ。そっか。だからまあ11月じゃないって思っといた方がいいんだろうね。気持ち的にはね。10月ないと思った方がいい。11月だと思ってたら焦っちゃう。11月だよ。気持ち的にはね。気持ち的に10月って思っといた方がいい。ちょっと前々から準備しようね。そう。いやどうすか出来は。でもなんかすごい瀬戸りがさ、最初にさなんだろう話し合いというかした時聞いたじゃん。めっちゃ楽しみになった。これはすごいライブになるって思ったから、ちょっとこれはね、なんかもう何も言えない。何も言えないけどね。見てしか言えないんだけど、とりあえず気合入ってるね。会場も大きいしね。そうだよ。迷子としては最大ですね。バンドリのナンバリングのライブとして出るのは初めてだしね。先輩たちとこう並んで名前がね載せていただけるっていうのがさ、すごい嬉しいね。嬉しいし、やっぱ中日だしね。ちょっと盛り上げていきたいよね。ね、頑張りましょう。ファイティング。それロゼリアさんのやつや。頑張るぞ。はい、それでは迷子の迷子センター今週も始まります。迷子の迷子センター。迷子の迷子センター。まずはこのコーナーからお届けします。ふつおたのコーナー。よいしょ。どんパチパチ。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしています。それでは早速メッセージを紹介したいと思います。はい。お呼び出しネームのらくらさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の職場では業務時間内に美容院に行けるという謎ルールがあるのですが、迷子メンバーの中での謎ルールなどありますかとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、美容院ね、業務時間内になんか2時間とか3時間とかかかってもいいのかなね。髪染めとか結構時間かかりそうね。どういうお仕事なのかすごい気になる。なんか美容院が許されてるっていうの。確かに。ってことはなんか芸能っぽいのかな。美容系なのかな。人前に出るのかな。ショップの店員さんとかやっぱみなり気をつけるみたいな。そういうのあるのかな。でもアパレルって忙しいイメージあるな。確かにお店いなきゃいけないもんね。そっか。面白い。すごいな。それこそさ、その迷子の中でのルールとか迷子じゃなくても自分の中で謎ルールというかさ、なんか迷子内はね正直とないね。ルールないね。なんかルールを決めたらだって破る人いそうだもんね。結構破るってかも無理ルールとかみたいな人がいるんですけど、多分気づかぬうちに破ってます。
いや気づかぬうちに破ったあれ、なるほどね気づかぬうちに破る人と無理な人がいるからね。そうだね。でもなんかそうだね、自由だもんねみんな。多分ルールがあったらミカちゃんと、私しか守んないと思う。林小日向は守る、リズム隊は守ると思う。ようちゃんとかもなんだかんだ守んなさそうだね。守んなさそう。ようちゃんはね、違う軸を生きてるから。確かになんかこう自分のね、世界みたいなものがある子だから。そう、ようちゃんが一番謎ルールありそうだね。あー確かになんか好みがはっきりしてるから。そうだね。ルールというかなんかね、ここ好きだから絶対ここ行くみたいなこだわりはあるよね。ありそう。なんか同じものもさ、結構何回も食べるって言ってたから、そういうこだわりはありそうだね。確かに。謎ルール、あ、はいはい。電車に乗ってる時に、私結構座らないんですよ、座席に。はい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 。で、つり革も持たない。よろけない。いや、そう体幹を鍛えてる。すごい日々トレーニングじゃん。日々トレーニング。筋トレってこと？そういう些細なところで、やっぱ足腰と体幹を鍛えていくっていう。すごいかっこいい感じですね。やろう。うち壁に寄っかかっちゃうもん。まあでも全然座る。もう座る時もあるよ、疲れてる時とかさ、誰かと乗ってる時とかはさ、やっぱそのね、相手のこともあるから座ったりするんだけど、なんかりんちゃんとかある？なんか私寝る時に絶対こうしなきゃ寝れないっていうのがあって、何ですか？まず布団を頭の上までかぶんないと眠れない。暑いよ。逆に寝れなさそう。いや、そしてあと両手をこう上でなんだろう、両手を上げる、とりあえず手を上げないと眠れなくてそうなんだ。だから布団の中で両手を上げた状態で眠るっていうのがデフォルトなんです。修行してるな。謎ルールだね。すごいな。まあルールじゃない、ルールかわかんないけど、でもいつもこうして寝ちゃう。それいつから？めっちゃ昔から。あ、そうなんだ。わあ、でも寝相とかはあるかも。ミカちゃんは寝相いつもこうやって寝てますみたいなのある？うちね、もう本当に普通の人間すぎて、横向きで布団はもうお腹しかかけない。部屋の中を極力涼しくして寝る前まで、涼しくしといて厚手の布団かけて未だに寝てるから。それはさ、なんか買えな、布団。土星論ですわ。買えないよ。もうその通りだよ。冬に毛布を出さないかな。だからずっとその毛布っていうかなんかあったかいやつ。林はですね、これ私母親とかにも言われて気づいたんだけど、寝る時なんか手がね、こう願うポーズになってるんです。願うポーズ。胸元でなんかこう手を組んでるの。だから本当に胸元、手が合わさってるの、胸の上で。で、足はクロスになってて、だからまっすぐで寝てんだよ、私。すごいなんか神様みたいな。そう、なんか祈ってる何かを。いつでもなんかちょっとファラオ的なね。確かにファラオみたいな感じで寝てるのかもしれないですね。それは謎ルールだね。綺麗だね。なんか面白い。寝方にこんなにみんな変化あるんだね。うち基本みんな横向きとか全員一緒だと思ってた。そんなことないよ。あと私はうなってるらしい、寝てる時。大丈夫それ？なんか本当に疲れてきた日とかライブの後とか、なんかそのうなりがさ、とかじゃなくて吠えてるんだって。犬みたいな声出しとるって言われて。なんだ。そうやったんやと思って申し訳ないなってなった。疲れてる時になるんだね。そう、疲れてる時にちょっと狼化してしまうという。狼の。狼の服着てる。みーちゃんが狼の T シャツ着てるよ。林かもしれませんね。これ林だった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それじゃあ続いてのお便りいきますね。お呼び出しネーム TB ベアさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんまいご。こんまいご。今回しおりという楽曲について皆さんにどうしてもお伝えしたいことがあり、お便りを送らせていただきました。私は自分自身を否定してしまうことが多く、つい最近まで何か行動をしたくてもできないような状態でした。そのような落ち込んでいる時にこの楽曲と出会いました。初めて聞いた時、今の自分を肯定してくれるような優しい歌詞に自然と涙を流していました。完璧ではなくても少しずつ自分を信じて前を向いていこう。時には休んでも大丈夫。そんな勇気をくれた大切な楽曲です。このような素敵な楽曲を歌って演奏してくれてありがとうございます。私はまだしおりを生で聞いたことがないので、いつかライブで聴けたらいいなと思います、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。
うわー、なんかそうやってさ、やっぱ迷子の楽曲ってさ、聴いてる人の心に寄り添うような楽曲が多いなとは思うんだけど、実際にこの楽曲でね、すごくこうなんだろう、心を癒してくれてる人がいるっていうのは嬉しいなって思いますね。そうだね。いやーでもわかるよ。なんかさ、この自分自身を否定してしまうっていうのさ、なんか一番さ、なんかやりたくないことだしさ、本来だったらやっちゃいけないなとも思うんだけどさ、しかしなる瞬間ってあるよね。いやもう毎日それの繰り返しだからね。そうだね。だからなんかね、こうやって肯定してくれるような、そういう楽曲をね、自分たちが歌えてるというか演奏とかね、迷子としてできてることも嬉しいし、なんか実際うちらもさ、ちょっと演奏したりとかさ、聴いてる時にそういう気持ちになるじゃん、やっぱ。なる。おー、いい歌みたいなのがさ、なるからさ。ね、自分たちも救われてること多いもんね、本当に。うちらもね、出会えて嬉しいなってそうだね思うし。いや、ライブで聴いてほしいね。そうだね。そうだね。なんかアコースティックだからやっぱりこうライブで聴くとさ、空気感がすごい伝わるというか、みんなのこう息が一つになるから、やっぱ音源で聴くのもいいけど、ライブで聴いたらもっとこう伝わるものがあると思うので、ぜひぜひまたライブで遊びに来てくれたら嬉しいです。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでこのコーナーではですね、みんなからのふつおた募集していますよ。みんなの何気ない日常のことを私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしています。ではこの辺りで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はダララ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 ラではココちゃんお願いします。それでは聴いてください。迷子でしおり。普通とか当たり前ってなんだろう。今手にある物差しでは全然うまく測れなくって、相手はまた吸い込んだ不安に、僕はなすがまま立ち尽くして、不器用で空回って傷つくことから逃げている現実とノートで行ったり来たり慰めて、ああなんて生きづらい世界なんだろう。だけど全部僕だから、うじうじしくしく僕だから、全部抱きしめて少し眠ろう。痛いの飛んでゆけ、悲しみに全てを奪われないように、僕は僕の味方でいようよ。まだまだ長い道の途中、ちょっとくらい休憩したって誰にも叱られはしないから。
りした曲は迷子でしおりでした。先ほどねお便りで TV ベアさんからもね、いただきましたけども、しおり流させていただきました。いやーやっぱあったかくなるよね。本当にだしやっぱ迷子ってさ結構そのハイテンポな楽曲が多いというか、やっぱ2ビートでガツガツに攻めるような楽曲が多めなので、その中にこのしおりがあるっていうのがね、結構染みますわ。そうだね。それこそねアニメのエンディングがしおりでよかったよね。やっぱこう毎週さ聴き方が変わってくるっていうのもそうだしさ、きっとそのお話の中でしおりを聞いて救われてる方もきっと多かったと思うから、エンディングとしてこの曲が存在していたことが嬉しいなって。そうだね。なんかこう迷子のこのさアニメにさ、登場する子たちってさ、ちょっとこうみんなちょっとこう自分に自信がないというか、どこか自分に否定的なところがあるんだよね。だからみんなを救ってくれる曲だなと思う。そうだね。キャラクターのみんなも救われてるねきっとね。迷子センターではあなたの好きな迷子の音楽とその理由やエピソードなどもお待ちしています。よろしくお願いします。迷子の迷子迷子の迷子センター。続いてはこちらのコーナーです。あなたの心のひとしずく。このコーナーではアニメバンドリイッツ迷子を見たあなたの心からこぼれ出る感想を紹介していきます。それでは早速1通目の心のひとしずく紹介していきます。この方です。お呼び出しネーム花より迷子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。迷子の皆さんこんにちは。こんにちは。イッツ迷子第12話の半分に切られてしまった衣装をアフターグローのみんなに褒められ、ちょっと嬉しそうに笑っているそよりんが大好きです。最近のそよちゃんは少しツンツン振る舞うことが多いですが、その分幸せそうなシーンが一層映えるなと思いました。その後のアノンちゃんにぶっきらぼうによかったねと答えるシーンも大好きですとのことです。ありがとうございます。嬉しいね。そうやそよちゃんね、やっぱりこうみんなとね、まあいろいろありまして、そういろいろあったね。本当にちょっとね、いろいろあったでまとめるのもどうかと思うんだけど、まあ語りきれないからね。尺もあるから。いろいろあってね、やっぱちょっとだけね、みんなにこう素直になりきれないというか、特にアノンちゃん、タキちゃんに対してなんだけど、そうでもなんかそんなところがさ、こう見れてるのも嬉しいし、なんだろう、そういう顔をね、そう見せてくれてるのも嬉しいなって思うし、ライブ前までね、本当鏡の前で気にしてたんだよね。大丈夫みたいに言ってたんだけど、私も半分って言われてね。そう私は切られたんだけどってお前が切ったんじゃっつってね。そうなんだけど、アフターグローさんにね褒めてもらってさ、そう嬉しそうにしてるのめっちゃ可愛かったよね。でそういう時にさ、やっぱアノンちゃんがさ、ね作ってよかったでしょってさ、そういう風にさ、なんかこう入れてくれるのもさ、アノンちゃんのなんだろうな、性格の良さというかさ、いろいろあったからさ、やっぱそういう人に対してさ、自分とかだったらさ、嫌われてたみたいに風にさ思われてたんじゃないかって思ったらさ、なかなか話しかけに行けないタイプの人間だから、そこをさ、そのアノンちゃんからさ、こう心を開いてというかさ、こう茶化しに来てくれるようなさところがあるっていうのが、やっぱアノンちゃんの性格の良さっていうかさ、アノンちゃんのいいところだよね。そう私アノンはアノンで、その自分のことをもうさらけ出してるというか、そうもうさね、いろいろ知られちゃってるから、もう隠すことないからね。隠すことないから、余計になんかこうメンバーのことを一番フラットな目線で見られる立場というか、なんだろうなって思う。なんか一番最初に突破したじゃない、やっぱそのさ。そうだね。だからこそみんなに早くこっちに来いよじゃないですけど、そうみんなも隠してること全部言いなよみたいな立ち位置になってるからさ、すごい素敵よね。アノンちゃんはね、単純にこうみんながさ、衣装に乗り気じゃないじゃん、乗り気じゃなかったけど、こう衣装褒められて喜んでるそよさんがね、ちょっと嬉しかったんだよ。いやそうだよね。いい子。そよさんやっぱ衣装はいるんだよ。いやそうね、そう衣装いるの。私あそこ好きなんだよな。どこ？アノンがさ、It's my girl! ってなってたじゃん。It's my
ーがすごい好きだった。It's my girl も好きだし、その後なんかうるさいってだけに言われてるのも好きだった。ね、でちゃんとさ声のトーン下げて「It's my girl ね It's my girl」ラーナちゃんもさシーって言うじゃん。かわいい。ラーナ可愛いよね。ラーナかわいいよ。なんかびっくりしちゃった。なんかあれ可愛いですわーと思いながらね。いや最高。なんかこうなるんだ、迷子ってこう落ち着くんだなってなった。ねちょっとそやさんがさ、ちょっとママというよりかはさ、ちょっとこうなんか長女的なさ、そうだなんね。か立ち位置になったじゃない。なんか厳しめなお姉ちゃんみたいな。そう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 、私は先に行くからみんな来なさいみたいな感じになってさ、ねえもう滝さんがそう12話冒頭のさ、そうラーナちゃんがさ階段上がれなかった時にさ、そよさんさガン無視というかでさ行くよって言っちゃうのいいよね。いいよね。たきちゃんがもうちゃんとライブしたかったのに。そこで助けんのがさたきちゃんっていうのもさ、なんかほんといいよね。やっぱだからちゃんとこう迷子にリーダーをつけるってなったら、やっぱたきちゃんぐらいが滝さんになるだろうね。そうね一番うまくいくんだよね。そうだよね。大変やな。頑張れ迷子。頑張れ迷子。素敵ですわね。ありがとうございます。はい、続いてお呼び出しネーム泉こなたさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こん迷子。こん迷子。バンドリいつ迷子の聖地巡礼が止まりません。めちゃくちゃ楽しいです。まずリングのある池袋ですよね。さきこちゃんが人と話す駅上の空中庭園、サンシャイン水族館、サンシャインシティの階段、某矢印とサンドイッチが有名なカフェ、水族館隣のプラネタリウム満点、少し外れてそよさんが叫んだ飛鳥山駅と公園、さきこちゃんの家のモチーフとなってる庭が立派な洋館とアクスタとお出かけするのがとにかく楽しいです。要所が固まっていて誰でも簡単にできるので、リスナーの皆さんやキャストの皆さんにグッズとともにお出かけしてほしいと思いました。今後の展開を楽しみにしていますとのことです。ありがとうございます。あれ聖地巡礼は天使さんしてたんじゃないですか。私一人でやってまいりました。いいな。皆さんご覧いただけましたでしょうか。特番ね。特番かな。めちゃめちゃ可愛かった。特番の一人でそう一人でさ手つながれて走ってるところ再現してめっちゃ可愛かった。あれね本当にね、私スタッフさんに言ったよ。これ一人でいいんすかってずっと一人で不安だったんだけど、でも本当に楽しかった。いろんなとこ行ってきまして、それこそこう書いてあるんだけど、リングのモチーフになってるのが池袋にあるんですけど、そうね、そうあそこを見てきたり、あとそれこそ水族館にいいな。行ってきました。水族館いいな。ね行きたい。水族館迷子のみんなで行きたいわ。行きたいよね。行きたい。あとサンシャインシティの階段とかもだっけ？階段とかも見てきて、いろいろこう再現できるところは再現してきたんだけど、水族館がねやっぱライティングとかがすごい綺麗で、後ろ姿の写真とかをさ、こうマネージャーさんにいっぱい撮ってもらったりしたんだけど、ねすっごい絵になるのやっぱり。いいね。だからちょっと今回は一人だったんだけど、それこそようちゃんとかと言ったらさ、再現になるじゃん。ともりちゃんとあのんちゃんで、ペンギンのそうペンギンのところでやりたいなって思ってます。確かにですって。ブースのスタッフさんに向けて言っちゃいましたけど、今その再現もさ見たいしさ、迷子5人でさ並んでも撮りたくない？本当はさ横断歩道のところの写真撮りたいの。確かに。でもあそこでも車がね通っちゃってるからね、難しいけど最初の動画とかでね出てきたねやつだよね。確かにいいですわ。でも池袋は本当にこう歩いてるとあそこも出てきたしあそこも出てきたし、それこそささやさんって呼ばないからのところあるじゃん。駅のねあそことかもやめんだよあそことかも池袋なんだよね。あそうだね。だからこう歩いてたらねいっぱいこう出てきたところだって見つけられるから、すごく楽しいので皆さんもぜひ池袋ねいろいろ回ってみてはいかがでしょうか。みんなも見てほしいね。グッズもね
ぬいぐるみとかもさ出るからさ。そうなんだよ。そう迷子ね結構いっぱいグッズ出てますからね、はい、皆さんぜひチェックしてください、アクスタももう結構何種類かアクスタいっぱいあるよね。出ておりますよ、皆様、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。連れ回してほしいね。でもまあもしなんか聖地巡礼するとかなったら、マナーを守ってね。そうだね。はい、迷惑にならないように。そうだね、みんなで楽しく気持ちよく聖地巡礼してくださいね。お願いします。ということでこのコーナーではアニメバンドリーッツ迷子を見たあなたの感想を募集しています。概要欄と公式ホームページにある迷子センターの手紙箱からあなたの心のひとしずくアニメを見た感想を送ってください。待ってます。迷子の迷子センター、迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。はい、あっという間だった。早かったね。毎回思うけど早いよね、エンディング。早いね。もうちょっとやりたいですね。でも自由な3人でそうだね。そうだお届ねけ。しましたね、今週も。結構この3人多いんじゃない？割と。なんか最近続いてません？そうだよね。たまたまだと思うけど。あ、そっか。そっか。ああ、そっか。なんで好きなの？私たちのこと。スタッフさんがそうなんですか？どういう基準でこれは選ばれてるんですか？だからでもなんかさ、そのおかげでこうね、空気感がさ出来上がってきてる感じがして。出来上がってるこれ？出来上がってない。ゆるよ。なんかちゃんとやってるかなラジオって感じなんですけど。あ、そっか。大丈夫ですかね？大丈夫。大丈夫ですか？あ、よかった。ウェイって言った。ウェイって言われた。シャーみたいな、そんなウェイって小日向美香さんに言われたと思いませんでした。やばいやばい、うちもどんどんなんか言葉遣い悪くなってきてる。気をつけなきゃ。おしとやかに生きていきましょうか。じゃあ、おしとやかにいきましょう。はい、いきますわ。この番組では皆さんからのお便りを募集していますわ。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りを送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開していますわ。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたしますわ。そしてお知らせですわ。迷子ファーストアルバム「明晰派」が11月1日水曜日にリリースされます。アニメバンドリ「It's 迷子」挿入歌を含む全13曲が収録されています。さらにブルーレイ付き生産限定版には2023年4月に開催されたフォースライブ「前へ進む音の中で」が収録されます。ぜひご予約の上ゲットしてくださいね。さて、迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどんツイートしてくださいね。今週のお相手は千早の役立石凛と長崎そよ役小日向美香と椎名滝役林ココでした。それではまた来週。以上、迷子でした。バイバイ。